日本は武器のない戦争をしている気がします。中国に賄賂やハニトラで弱みを握られ、どんどん移民化が進み、もう乗っ取り完了間近なのでは考えすぎでしょうか。子供たちが大人になる頃、他国の経営のテレビ局や中国語の国会答弁が当たり前になるのでしょうか。読売新聞かなんかでリツイートしたと思うんですけど、日本の原発の処理水に対して反対しようっていうチェンジオルグの署名活動を広めていたのが中国系の政府の指示で動いているアカウントではないかっていうのが言われていて、これ世界中でも同じようなことあるんですよね。基本的にはなんかネット上に他国がいろいろ行動しているっていうのはよくあることなので、僕沖縄の自衛隊の基地はいらないとか米軍出ていけと言ってる人たちが本心でそう思ってる日本人もいると思うんですけど、でも中国の利益になることを言って中国からお金をもらっているという人もいるのではないかなというふうに思ってはいます。でこれは別に証明することはできないので僕が適当な嘘をついてる可能性はありますけど、ただどうなんだろうね。米軍出ていけまではわかるんですよ。米軍基地の兵隊というのが沖縄で犯罪を犯したとしても日本の法律で縛られないと。なので沖縄の女の子を強姦した人が日本の刑務所に入らずにアメリカに帰ってしまうというのがあるので、米軍基地が撤退してほしいまでは僕も理解可能なんですけど、自衛隊出ていけってなんでっていうのが僕の中ではねちょっと合理的な答えが未だにわからないんですよ。米軍基地の人が出てってもらって被害に遭う人を減らしたいまではわかる。でも自衛隊出ていけってどういうことって思うんだけど、僕が見に行った座り込みをしている人たちって自衛隊が出ていけっていう風に拡声器を使って言ってて、でそこに応援している座り込みの人たちは何の疑問も提示してなかったんですよ。だから僕米軍基地出てけって応援している側だとしても自衛隊出てけって言ったら、いやいや自衛隊はいないとまずいでしょ、中国だって台湾を攻めるって言ってるんだよ、で自衛隊の人とかしてないよねなるはずなんだけど、それで誰も言ってなかったんですよ。この人たちは自衛隊出てけというのもそのままスルーして大声で喧伝する人たちなんだっていうふうに思ったので、なのでそれは日本のためを思って言っているのかなっていうふうに思ってたりします。自民党政権の移民推奨がひどすぎて中国からの移民が増えすぎて日本も第二のウイグルやモンゴルになってしまうんでしょうか。発信して日本に詰めかかると思うのが勝ちです。やはり選挙に行くしか国民の未来はないですから、選挙に行くしか国民の未来はないはそうなんですけど、まずウイグル側から見ると中国の人たちが増えたよねっていうので、中国の人たちを外国人移民だと考えるとそうかもしれないですけど、あれはもう侵略みたいなもんで、もともとウイグルは別の国という概念だよねとか、チベットでも別の国の概念だよねっていうのがあったんですけど、その概念っていうのを取っ払ってお前ら中華民国やろみたいなので中国になってしまったっていうのもあったりするので、そういう意味でいくとある種内政問題ということに今はなってるんですよ。中国国内というか世界中的に移民を入れてきて起きたということではなくて、むしろ昔の時代のその強い人がここ俺の国なって言ったらそれに従うしかなくて、で結果として中国の中でどんどん中国が一体化政策をしていったっていう結果なので、そこは別になんかちょっと移民問題とは違うかなっていうところなんですけど、でただ日本の場合も移民をどんどん増やそうとしてるっていうのは安い労働力が必要だよねっていうところで短期的に考えると移民に頼った方が儲かるんですよ。日本人の若者そもそも少ないよねとか肉体労働やらないよねってなって、で儲けたいから外国人移民入れますっていうので、外国人移民を入れて外国人移民が年を取った時にどうなるか、その人が年を取って家族を作って住み始めて肉体労働しかできない家系で教育レベルが低い人たちの層というのが今後増えることになるんですよ。言葉があんまり喋れないし日本の文化にも馴染まないので肉体労働以外の仕事があまりできませんという人が家族を作って子供を作って、そこでもやっぱりその子供たちの教育レベルが低くなってしまう。もともと教育レベルが高くない人はやっぱり子供の教育レベルって低くなっちゃうんですよ。これ日本人でもそうなんですけど、親が高卒だと子供が大卒ってやっぱ少ないんですよ、割合として。いないわけじゃないですけどね。外国人の人が肉体労働で働きますという人が来て、そこで結婚して子供が生まれたとしても肉体労働をやる人というのはまだ足りないから、じゃあ肉体労働を子供させればいいよねっていうので教育レベルの低いグループというのがどんどん増えていくんですよ。で結果として何が起こるかっていうと、日本人の若い人たちがなぜ肉体労働をしないのかっていうと、長期的には儲からないし損するからなんですよ。海
介護の仕事って日本にとって必要ですけど、僕は介護の仕事を若い人はやらない方がいいよねって言ってる理由は、40代とかになると腰を言わして動けなくなるんですよ。肉体労働もできなくなりました。管理職にもなってないと働けなくなりました。はい、アウトなんですよ。ただ日本の場合は保険がありますよとか生活保護ありますよっていうので、肉体労働しかできないけれども肉体労働もできなくなった人でもちゃんと文化的な最低限度の生活というのができるようになっているんですよ。でもそうならない方がいいよねというので、肉体労働以外のことができるようにした方がいいよねっていうので、日本の若い人たちというのは教育を受けて肉体労働以外で建築の会社に入るとしても、現場の建築をやる人ではなく管理職になって出世するという形で建築会社に就職するんですよ。現場の人をやるためではなくて、その先を見据えて教育を受けるという形で日本人の教育レベルはどんどん上がってるんですよ。若い人たちというのはそうやって教育を受けて上がっていくべきだよねってなってるので、体を壊したとしても管理職だったら仮にじゃあ足が動かなくなりましたっていうのも車椅子でも管理職できるよねとか、リモートワークでも管理職できるよねってなるんですけど、肉体労働しかできない人というのはその時点で金を稼ぐということができなくなってしまうんですよ。で、そういう人って日本だときついよねっていうのが分かってるから、今の日本人は肉体労働だけで一生暮らしていこうってならないわけじゃないですか。でも外国人の人たちはそれしかできないし、それが続いていいよねと思ってるんですよ。外国人の人たちで日本に肉体労働できている人っていうのは、その国でも教育レベルの低い人たちなんですよ。どんな国でも大卒の人がいて、頭のいい人がいたりして、で、その国の知的レベルが高くて、頭のいい仕事をしている人は、別に他の国に肉体労働で出稼ぎする必要ないんですよ。かっこシリアは除く。内戦が起きてる国とか別ね。内戦が起きてる国とかは死んじゃうから優秀な人が逃げるんだけど、そうじゃない国の場合って、その国でそれなりに稼げるからその国でいいよねってなるんですよ。その国で稼げなくて肉体労働しかできない人っていうのが、外国の労働者として来るっていうのが結構あるんですよね。難民は除く。で、日本の場合、難民ってそんなに来てなくて、単純に金が稼げない、その国で稼げないけど、日本に行ったら稼げるんじゃねえのとか、アメリカに行ったら稼げるんじゃねえのっていう、単純にその、給料が低いから外国に行きたい人たちっていうのが日本に来てるんですよ。本当に来てる難民は 1% 以下かなっていう状況だったりするので、長期的には良くないよねって話だと思うんですけど、まあでもなかなかこういう話は伝わらないですよね。短期的にしか人は見ないので。移民問題で仮に日本が戦争状態に陥った場合、移民を大規模に受け入れていたなら、大和民族が9割以上を占める現状より多少の援助やわずかばかりの優位を得ることが考えられますでしょうか。ありません。治安の悪化や行政の混乱も一族経営会社でゆとり世代や Z 世代を受け入れるようなもので、移民が日本の風俗習慣に馴染み、この国の法律を守るのであれば同法として受け入れ、そうでもなければ強制送還する厳格なルールの制定と外国教育の強化が有効な対策と思うんですが、これは素人の朝知恵でしょうか。第二次世界大戦の時にアメリカ国籍を持っている日系の人たちが実質的に全員刑務所に入れられたんですよね。一応任意ということになったんですけど、実質的な刑務所に入れられるということになって、なので別にアメリカに日本人がいたとして、じゃあそこに援助があるかというとありません。むしろスパイの可能性があるよねというので攻撃をされる。でもちろんスパイの可能性があるから襲われた人もいるんですけど、スパイの可能性があるということで日本人が襲われるので、日本人を守るために日本人は強制的にこの地域、刑務所ではないのですが刑務所のような施設に皆さん移住してくださいっていう強制移住が行われたんですよ。戦争の状態になった時にそこで善意で物事が動くというふうに考えるのは間違いで、結局悪意で物が動くんですよね。第二次世界大戦がちょっと終わった後に朝鮮の人が井戸に毒を投げたというデマが流されて、結果として朝鮮の人が殺される事件というのがあったんですよね。何人も殺される事件があったんですけど、でそういう時にやっぱりそのデマという悪意と、いやいやそんなことするわけないでしょ、だってそこで生活してる朝鮮の人も水飲めなくなるんだから、そんなバカなことするわけないじゃんっていう通常の合理的な判断とどちらが優勢かというと、もちろん合理的な判断をした人もいたんですが、デマに流される頭の悪い人というのが一定の割合必ずいて、その人たちがじゃあ井戸に水を投げる前にこの人たちを殺せばいいじゃんというので人を殺してしまうということが起きました。なので基本的には善意というものは戦争の状態だったりすると、そこでは善意だったり合意的というのは全くその効果をなさず、悪意のある頭の悪い人がどう動くかというのを基準に物事を考えなければいけないというのがパニック状態だったり戦争状態という危機的な状況なので、危機的な状況が起きた時に人はどう考えどう動くのかというのを冷静で頭のいい人たちが考えるというのは基本的に間違いを犯すと思うんですよね。メキシコで殺された親子の話がツイッターに前にちょっと書いたんですけど、メキシコの村で人がさらわれ
れがちだよねという噂があった地域があるんですよ。で、実態として若い人たちがもうこの村とかって別に将来性ねえから、とっとと出てこうぜとか、駆け落ちとかで失踪してる人たちっていうのもいるんですよ。でもなんか、そこの家の人いなくなったよねという時代に、人さらいがいる。で、その人さらいは子供をさらって内臓を売っているという噂が流れたんですよ。WhatsApp かな。で、流れてる時に、ちょうど親戚の家に里帰りをしてきた親子がいるんですよ。で、なんか見知らぬやつがいるなと。で、その人たちは、いや、親戚の家に来てるんだよ、みたいなのを話してたんだけど、あいつら人さらいじゃねみたいな噂が流れて、で、ボコボコにされたんですよ。ボコボコにされて、警察署に連れてかれて、ボコボコにされた親子は、いやいや、俺ほんと里帰りにしに来ただけだから、別に人されても何でもないから。警察署は調べたら、確かにその親戚の家に来てると。で、血筋もあると。あ、じゃあこれ関係ないよねってなったんだけど、ボコボコにした村の人たちは、絶対人さらいだっていう確信を持ってしまったので、これは危険だということで、その親子を警察署の牢屋に入れたんですよ。安全を守るためにね。で、警察署の牢屋に入れた結果、何が起きたかっていうと、あいつら牢屋に入れられたということは、やっぱり悪い奴らだ。で、ああいう奴がいるから世の中は悪いんだ。あいつらを引きずり出してぶち殺そうって言って、村人で警察署を襲ったんですよ。警察署を襲って、その親子を引きずり出して、生きている状態でガソリンかけて、火つけて、焼き殺して、で、みんなで正義を守れた、これで僕たちの村は幸せだって言って、村人たちを大喜びしたんですけど、結果として無実でしたっていうのが分かって、で、大勢で殺しすぎたんで、もう誰が殺人犯か分かんないですよね。みんなでやっちゃったから。結局ね、誰も殺人で捕まってないんじゃないかな。その親子殺されて終わりなんですよ。これね、確か10年前か15年前ぐらいの事件。なので、現代でもそれが起こりうるんですよね。合理的であるとか、善意であるとか、物事をちゃんと説明すればいいとか、正直者がきちんと説明をすれば理解できるはずだというのは、あくまでその、平時の話でパニックになってしまったりとか特殊な状況になってしまうと一番頭の悪いやつの行動パターンで物事が決まることがあるっていうのがあるので皆さんお気をつけてください。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。